フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、こちらフリーノットについて説明したいと思います。こちらですね、スプリットリングやスナップを使わずにルアーに結束する方法です。このフリーノットですね、メリットがたくさんあってですね、まずスナップを使わなくていいというところが一番のメリットで、魚が繊細になってですね、いわゆる擦れてる時ってのはスナップっていうこの存在が魚を見切る原因にさせてしまうこともあります。で、僕がよくやる鬼ヒラとかもそうなんですけど、使うルアーがちっちゃくて、だけど狙ってる魚が大きいってなると、もちろんこのスナップの強度が心配になってきて、どうしても大きくなるんですよ。で、スナップが大きいのに対してルアーがちっちゃいと、このスナップが重りになってしまって、ルアー本来の泳ぎが悪くなってしまいます。それとか、見切られる原因ですね。魚のフォルムしてるルアーを見に来たのに、その先に大きなスナップがついてることによって、なんだこれと思って見切られてしまう。そういった時にですね、スナップは使いたくないけど、結束したいっていう状況になります。ただこの直結のデメリットもあってですね、ジグヘッドとかもそうなんですけど、スプリットリングがついていないルアーに結束しようと思うと、例えばですね、結んで固定します。こういう固定の仕方をするとですね、この愛の部分をですね、ギュッて縛った時に結び目が固定してしまって、めっちゃ泳ぎ悪くなります。で、これを反対側にまた偏ってると、同じようにこっち向きに泳いだりしてですね、引っ張られる方向によって動きがぐちゃぐちゃになってですね、ルアー本来の泳ぎがかなり悪くなります。で、リップ付き以外のルアーもそうなんですけど、例えばトップウォーター使っててもやっぱり動きが悪くなったり、首振りにくくなったりだとか、いろいろデメリットが出てきます。そういった時にですね、ルアーの泳ぎは殺したくないけどスナップはつけたくないというこの矛盾をうまく解決してくれるのがこのフリーノットで、もう一つのメリットとして、やっぱりサイレント、音が出ないんですよね。こうスナップがこのカチ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 と当たる音が出ない。このルアー自体はサイレントですからね、スナップを押さえたら音が鳴らないんですけど、この水中で首振ってる時のこの音ですね、この音を嫌がる魚がいると。釣れてる魚に対してはやっぱりサイレントが僕的には釣れると思ってるので、こういう音すらさせないためにフリーノットで結ぶ。音が鳴らない。この違いで釣れてる魚の食いは変わります。こういうちっちゃな心がけがですね、やっぱ釣果に左右してくると思うので、覚えてて損はないノットだと思います。それではですね、こちらのフリーノットを結んでいきたいと思います。で、まずはですね、このルアーとこちらの糸を結ぶんですけど、ちょっと見にくい方のためにですね、こちら今日はロープを持ってきてるので、この見やすい太い真っ白のロープでですね、同じようにフリーノットを結んでいきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずこちらの白いロープから結んでいきたいと思います。こちらがルアーの愛の部分ですね。こちらがルアーの愛の部分と見立てて、これがリーダーです。まずですね、リーダーに輪っかを作ります。かぶせて、こういう感じの輪っかですね。で、この輪っかを作るときですね、気持ち少しこのヒゲの部分、先端の部分ですね、ここを長めに取るのがポイントです。そこにですね、この愛の部分を通します。今こういう状況です。輪っかを作った先にリーダーの先端を通す。で、この通したこの先端ですね、この先端を戻します。輪っかの中に戻して今こういう状況です。リーダーの先端の部分を引っ張るとルアーに対して輪っかが寄っていきます。で、逆にですね、ここを引っ張ると離れていきます。なのでここでこの輪っかの大きさっていうのは調節できますね。で、ここだと思ったらこの両方を詰めていく感じです。この先端も引っ張りながらメインの方も引っ張る。そうすることによって締まっていくので、これで大体の輪っかの大きさを調節するという感じで、ここは小さめに作るのが肝です。で、これだけだとやっぱ強度が不足しているので、その後にですね、最後にハーフヒッチといって、この先端をメインのリーダーですね、これにかぶせるように。で、この先端はルアーに向かって締めるんですけど、これは2回ですね。最後のハーフヒッチを2回、1回、また2回結んで締める。ちょっ
とこれロープなのであまり綺麗に締まらないんですけど、こういう感じで、はい、これで完成です。これがフリーノットと呼ばれる結びですね。でこれは、引っ張れば引っ張るほどこう縮んでいきそうなんですけど、引っ張れば引っ張るほど、締まります。最後のところは綺麗に縛らないといけないんですけど、引っ張るとこのノットがこっち向きに力がかかるようになってますので、ここの輪っかが縮むことはありません。縮む時はおそらく結び方が間違ってるので、もう一回やり直してください。じゃあ実物のやつで次はやっていきましょう。早速結んでいきたいと思います。まずは輪っかを作って、はい、その輪っかに通します。こういう状態ですね。この輪っかがですね、内側になるように、この線に対して内側に輪っかが来るようにします。こういう感じですね。でこの先端をここに通します。で通したらここに戻していきます。でここを引っ張る。で引っ張りすぎると当たるので、そこはもうこっちも引っ張りながら調節します。両方を同時に引っ張ることによって締まっていきます。これぐらいかなと。でここに輪っかができます。ここがもうフリーで動くようになりますね。遊びが効く幅で、その後こちらにハーフヒッチ輪っかを作って、この輪っかの中に2回1回2回というように通します。これを最後締め込んでいくと。そして余ったこちらのひげの部分を最後にカット。最後に余ったひげの部分をカットすれば完成です。でこちらのひげの部分ですね、あまり短く切ると抜ける可能性があるのでですね、気持ち残しておくっていうのがポイントですね。これでサイレントで釣りすることができます。この結びは絶対覚えてた方がいいですね。シンキングペンシルとかでもやっぱりこう直結して固定してしまうと、こうひらひら落ちにくくなってですね、もう全然こういう感じで落ちていったりだとか、本当にルアー本来の泳ぎを殺してしまうので、このフリーノットは覚えてた方がいいです。ただですね、一つ弱点もあってですね、細いライン、細いリーダーを使ったりするときにやっぱりこのラインに直接負荷がかかるので、その時はやっぱり切れてしまうことがあります。基本的にこのフリーノットを結ぶ時はドラグを普段より少し緩めに設定して釣りする時や、リーダーを太めに入れてる時などに使ってみてください。今日紹介したこちらのフリーノットなんですけど、もちろんですね、強度という面ではスプリットリングを入れてソリッドリングをつけてですね、しっかり結んで釣りをした方が強度はもう絶対に強いです。なんですけど、先ほど説明したようにソリッドリングを忘れた時だとか、スナップを持ってない時で、あとはこの音を出したくない時や、細かい話をすればルアーの姿勢ですね。ソフトルアーをノーシンカーで投げた時にスナップ一つの重さでちょっとこういう姿勢になって泳ぎが悪くなってしまうっていうような、繊細なルアーを使う時などですね、そういう時にですねフリーノットは使うものなので、そこは臨機応変に対応するようにしてください。その他ですね、やっぱりルアー交換という面ではやはりスナップを入れた方がいいです。フリーノットの遊びの部分がですね、小さい方がいいという説明をしたんですけど、ちっちゃければちっちゃいほどいいというのは、ノットのですね負荷がかかる場所がですね小さくなればなるほど、このダメージを受けるショックが変わってきます。例えばこれ今結構小さい枠の中で動いてるんですけど、こういう感じで大きくなってしまうと、この勢いが増してですねダメージが大きくなります。ラインに対しての負担が毎回大きくなるので、例えばキャストする時ですね、キャストした時にガンって当たって、アクションしてる時とかでも Twitch でもこうやってガン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 と何度も当たることによって、やはりこの愛が当たる部分がですねやっぱり弱ってきて、ここから切れてしまう原因になります。でこれやっぱり先ほど説明したように締めすぎると今度ルアーの泳ぎが死んじゃうんで、
ルアーの泳ぎが悪くなくて、この輪っかが小さいだけでいいです。ここだけちょっと僕が気にした方がいいと思ってるポイントです。はい、というわけで今日ご紹介したのはフリーノットでした。ユニノットやクリンチノットのようにですね、引き出しの一つとして覚えてみてはいかがでしょうか。今回もありがとうございました。